もしもゼブラ柄しかなかったら、少し目を閉じて想像してみてください。生まれ変わった朝、色がついているものすべてがしましまの世界だった。空は薄い青と濃い青のしましま。太陽はオレンジのしましま。雲はふわふわ曲線のしましま。そして俺の顔も見事なしましまだった。白目すらしましま。俺は今どこを見ているのか自分でもわからない。とりあえず瞬きをしてみる。片方の目を閉じる。まぶたもしましまだった。全部がしましま。この世が全部しましまになってた。世界がうるさい。視覚がうるさい。スマホを手に取る。ホーム画面全部しましま。アプリのアイコン全部しましま。微妙に違うようだけど全部がしましまだ。おい、遅刻するぞ。後ろから声がする。振り向くと父親もしましまだった。だがよく見ると違う。父親は極細青のしましまだ。落ち着いているらしい。俺はというと紫が混じっている。緊張しているらしい。どうやらこの世界ではしましまのピッチと色が感情を表すらしい。初恋の人を思い出してみる。恥ずかしいとうっすらピンクのしましまになる。少し怒ってみる。少しギザギザになる。なんとなく嘘を言ってみる。なんか濁ったしましまになった。つまり隠せない。俺は急いで洗面所へ行く。鏡を見る。映るものもしましまだ。何が何だかわからない。とりあえず歯を磨く。歯ブラシもしましま。歯もしましま。泡は白いはずなのになぜかしましまに見える。口の中がアート展だ。朝ごはんを食べる。魚とサラダもしましま。魚はなんとなく前にも見たような気がする。お皿も机もしましま。何をどうしたらこんなしましまになるのか。食欲が少しだけ失われる。ただその食卓にはうっすらピンクの両親もいた。あまり考えたくない。外へ出る。街は壮大なしましまだった。ビルも道路も車もしましま。横断歩道全部しましま。あれ、これは前の世界と似てるな。どこを渡るのがなんとなくわかる。信号機もしましま。だが色はちゃんと変わる。赤の時は止まるらしい。世界は狂っているがちゃんとルールはあるらしい。ふと気づく。ここではしましまの感覚、それと角度、あと
色を見る世界。それでも人はちゃんと見分けているらしい。どうやら俺ももうすぐ慣れてしまうのかもしれない。このしましまの世界、そう、ゼブラの世界に。この世界ではしましまが言葉よりも先に伝わる。会話はある。だが補足に過ぎない。本音は色で出る。建前は通用しない。嘘をつけば色が濁る。怒りは赤く鋭くなる。恋はピンクに揺れる。悲しみはくすんだグレーになる。この社会では感情は可視化されている。それは一見誠実な世界に思える。だが本当にそうだろうか。隠せないということは守れないということでもある。誰もが他人の状態を読める。読めるからこそ評価が生まれる。島の安定度が高いものは信頼される。ピッチが整っているものは有能とされる。色の変化が少ないものは冷静だと言われる。だがそれは偏見でもある。ここでは島で人を判断する。つまり見た目がすべてだ。だがそれは元の世界も同じだったのではないか。私たちは表情を読む。声色を読む。仕草を読む。そして勝手に判断する。このしましま世界はそれが露骨なだけだ。就職面接では島の安定性が重視される。感情の振れ幅が大きいものは敬遠される。島が荒れやすいですねと言われる。恋愛では虹色が歓迎される。だが虹色が多すぎると軽いと言われる。バランスが求められる。ここでもまた平均が正義になる。政治の場ではどうだろう。討論中、色は激しく変わる。国民は島を見て判断する。言葉ではなく色で信用を図る。しかし色を制御できる人が現れたらどうなる。感情を隠す訓練をしたらどうなる。完璧なしましまを作り出せる技術があったらどうなる。この世界もまた操作可能になる。ゼブラ整形という産業が生まれる。ピッチ矯正、色味補正、感情抑制トレーニング。すると自然な島と人工の島の区別がつかなくなる。本当の感情はどこにあるのか。可視化されてもなお偽装は可能だ。つまりこの世界もまた完全ではない。透明な社会は必ずしも公平ではない。すべてが見えることは自由を奪うことでもある。人は時に隠すことで守られる。隠せるからこそやり直せる。だがこの世界では感情が即座に露出する。
それは残酷でもある。子供は怒れば薄い赤のしましまになる。大人はそれを見て判断する。だがその赤のしましまはただの未熟さかもしれない。青はただの疲労かもしれない。色は正直だが解釈は人それぞれだ。結局人はしましまを見ても誤解する。可視化されても理解とは限らない。この世界は正直だ。だが正直すぎる。そして正直さは必ずしも優しさではない。それでも人はこのしましま世界で普通に暮らしている。最初は目がチカチカした。だが3日もすれば脳が勝手に補正する。人間の適応力は恐ろしい。通学路もしましま。電柱もしましま。犬の散歩をしている人もしましま。犬もしましま。リードもしましま。茶色い犬はどこからが犬で、どこからが地面か一瞬迷う。だが犬はちゃんと犬だとわかる。しましまの角度が違うからだ。この世界では角度が個性になる。細かい感覚は几帳面。太い感覚はおおらか。ゆるいカーブは優しい。ギザギザは少し短気。そんな空気が自然に生まれる。つまりここでも分類は始まる。人は違いを見つけずにはいられない。スーパーに入る。野菜売り場全部しましま。トマトもしましま。レタスもしましま。見分ける基準は色の鮮やかさだけ。魚売り場もしましま。マグロもサバもしましま。トマトやマグロは少し怒っているのかと思ってしまう。テレビ売り場へ行く。画面も当然しましま。動物番組が流れている。ライオンもしましま。ゾウもしましま。キリンもしましま。その中に全く違和感のない動物がいた。そう、シマウマだった。あれ、前からこうじゃなかった？世界が変わっても彼だけは元のままに見える。ある意味この世界で一番安定している。シマウマを見てなんとなく安心できた。動物園は大混乱だ。パンダもしましま。ホッキョクグマもしましま。飼育員もしましま。案内板もしましま。どこが何なのか最初はわからない。だがしばらく見ていると微妙な違いが見えてくる。角度の流れ、色の重なり、感覚のリズム、ほんのわずかな差だ。だがその差に人は意味を与える。あの人、きれいなしましまだよね。あの人、
ちょっとしましまが見にくいよね。しましまが見にくいとはなんだ。全部がしましまの世界なのに。だが、なぜか通じる。学校では、しましま安定指数が話題になる。今日はピッチが整っているとか、今日は少し波打っているとか。だから、テスト前は、みんなのしましまが紫っぽくなる。その中でも、いつもと同じしましまの人、きっと、自信があるんだな。彼女は頭もいい。運動会はオレンジ。合唱コンクールは青や赤、紫やグレーなどいろいろ。むしろ、歌よりもクラスのカラーでアート展。それでも誰も疑問に思わない。慣れは常識を作る。やがて人は言い出す。あの人のしましま、かっこいいよね。あの色、落ち着くよね。しましまは個性になる。そして比較の対象にもなる。すごい綺麗な有名な女優。みんなが憧れるグラデーション。結局この世界でも、見た目で評価が始まる。ただ違うのは、それが隠せないということだ。喜びも、嫉妬も、不安も、すべて色に出る。だから誤解も早い。だが理解も早い。しましまは嘘をつかない。だが人は解釈を間違える。色は正直だが、受け取る側は正確とは限らない。この世界は単純に見える。だが実は、とても複雑だ。しましまの数だけ、感情の揺れがある。そして今日も、誰かの色がそっと変わる。それに気づく人もいれば、気づかない人もいる。それでも世界は、相変わらず、しましまだ。そして俺も、もうすぐ完全に慣れてしまう。だが、このしましま世界の本当の恐怖はそこではない。とにかく、目が休まらない。どこを見てもしましま。目を閉じても、残像がしましま。寝ても夢がしましま。もはや脳みそまでしましまだ。少しエッチな夢を見た。なんか、全体のグラデーション見て興奮している俺がいた。遊園地に来た。お化け屋敷に入る。幽霊もしましま。血もしましま。全く怖くない。むしろ芸術展だ。次は観覧車。なんだこれ。外の景色が絶景。しましまだらけで美しいと感じた。友達の誕生日、サプライズパーティーをやる。主役が入った瞬間、全員のしましまが虹になる。グレーの人はいない。誘われても虹になれる自信がない。
だから本当の信頼できる友達しかいない。参加人数2人だけ。ここで一番困るのは総理大臣含めた政治家。違法な献金報道。もらったかもらってないかすぐわかる。お化粧するだけで何か隠してると思われる。次に俳優。先週は普通だった恋愛ドラマ。なんか今回おかしい。喧嘩のシーンでお互いピンク。しかもピンクだ。やってんな。おそらく来週の放送はないだろう。スポーツジムでは筋トレするとピッチが締まると言われている。腹筋が割れると島も割れる。美しい。コンビニに行く。おにぎりもしましま。パンもしましま。店員もしましま。どこをスキャンするのかわからない。運がいいとバーコードではないところでピッ。580円が98円で買える。そしてある日交差点で呼び止められた。ちょっといいですか。振り向くと警察官。しかもやたら安定した細かいピッチ。今あなたのピッチが荒れていますね。今見る限りかなりギザっていますよ。それはさっき彼女に振られて。言い訳は何とでも言えますからね。一旦書で聞きますよ。しましまピッチ乱れで連行された。不審者がいると通報されたらしい。それでも事故は意外と少ない。みんななんとなくの雰囲気で読む。もはや読むものが多すぎる。この世界真面目に生きるほどカラフルになる。バカになるほど安定する。そして俺は思う。こんなに騒がしい世界でも人はちゃんと笑っている。しましまの中で人は目立つと不安になる。不安になると排除したくなる。しましまは正直だ。だが人の心は単純じゃない。空は相変わらず青のしましま。太陽はオレンジのしましま。だが水たまりだけは透明だった。そこに映る自分を見る。少しピッチが整っている。さっきより落ち着いている。ここでは隠せない。だからこそ諦めるしかない。喜びも不安も嫉妬も安心もすべて外に出る。誤解も増える。だが理解も増える。嘘が減る。でも演技は残る。完璧なしましまを作ろうとする人もいる。それでも
ほんの少しの揺れは消せない。その揺れが人間らしさだ。透明な水に手を入れる。水は色を持たない。だからこそ何の色でも映す。もしかしたらこの世界に必要なのはしましまではなく透明な部分なのかもしれない。隠せる場所、休める場所、色を持たない時間。もしもすべてが見える世界になったら、私たちは本当に優しくなれるだろうか。それとももっと厳しくなるだろうか。しましまは嘘をつかない。だが解釈は人が作る。そして今日も世界は静かにしましまだ。それはまるで巨大なゼブラの背中の上で生きているみたいだ。この世界は結局一つのゼブラなのかもしれない。もしもゼブラ柄しかなかったら、あなたはどんな世界を想像しましたか。そしてあなたならどんなもしもになりますか。